なたの電力制御技術はどのくらいでしょうか？私は保護している原始人も同然でした。それを今とても痛感しています。ですが、この動画を通じ、原始時代の終わりが来たことを証明したいと思います。現在、プリミティアにはたくさんの物質があります。中でも、電気エネルギーを蓄積、消費、分配するものは特別で、それらをまとめて、受動素子と呼びます。まずは、その受動素子についてご説明します。最初に、LED のような一定量の電気を持続的に消費する素子。次に、モーターのような無限に電気を持続的に消費する素子。そして、一定量の未電気を蓄えるバッテリーのような素子。大まかに、この3種類の素子が存在します。そしてこの2と3の素子は、電気を受け入れ可能な状態であれば、分流においては全く平等であることが、実験の結果から分かっています。具体的には、このように平行に素子を配置して通電すると、電力が4等分され、バッテリーとコンデンサにはそれぞれ 4.5kJ が蓄電されます。モーターやバッテリーの比率を変えてテストしても、結果が変わらないことから、平等に分流されていると結論付けられます。この事実を踏まえると、タングステンの大きさや間隔をうまく調整すれば、いつかは自由にホバリング可能なヘリコプターができるんじゃないかという考えそのものが間違っていたことがわかります。現実は、こうです。まず 100% の電力で動作しているモーター。そこにタングステンを1つつけると、いきなり 50% になります。2つで 33%、3つで 25%、4つで 20%、5つで 16%。50% からしか制御できない上に 10% 以下は大量のタングステンが必要です。タングステンは大きくても小さくても電気消費量は無限なので平等。実質3段階くらいの狭い制御が限界でしょう。理想とは程遠い性能です。そのため、このようにホバリング専用に重量を調整した機体でしか、快適なホバリングができなかったわけです。そして、ここで朗報です。先ほどの、平等に分流されるの意味が少し変わります。コンデンサにはその先があるからです。このようにツリー構造にすれば、2分の1、4分の1、8分の1、分数で表現できる分け方なら何でも可能。タングステンとコンデンサの分流は平等なので置き換えることもできます。そして、このようにタングステン9個とコンデンサ1個で電力を10分の1にすることも、同じ回路を追加してさらに10分の1、合計で100分の1とすることもできます。入力電力さえ分かっていれば好きな強さの電力を自由に出力可能ということです。まだ試作中ですが、このようにパワースロットに応用すれば、ローターブレードの角度を変更しなくてもかなりホバリングが楽になります。大木の上への着陸も運ではなく実力で可能な範囲に入ってきました。ただし、ローターの上昇力に対して機体が軽すぎるとホバリングに必要な低い回転速度が維持できず、回転が止まって落下してしまうので、一定以上の運搬能力のあるヘリでホバリングするのはやはり難しい状況です。最初は LED とレーザーについて調べてみます。対象 LED の消費電力は特に小さいので、専用に開発した100秒の計測器で測定します。バッテリーの出力は毎秒に kJ なので、100秒を測るためには 200kJ 用意すればよい、というわけです。おっと、これは小数点第2位が欠けてますね。こういう時は別の設計図を選択するとちゃんと第2位まで表示されます。LED の次はレーザーも計測しておきましょう。レーザーは消費電力と出力の両方を計測します。出力の測定はプラスチックのカバーの中の小さな太陽電池で行います。簡単ですね。対レーザーもカバーの中に太陽電池を設置します。対レーザーは消費電力が大きいので、普通の 0.1 秒の測定器で測定します。最大消費電力 0.1 秒ごとに 8kJ、8万ワット。そのレーザーでの発電は 0.1 秒ごとに 1.44kJ、14400ワット。
バッテリー7本分なので結構強力ですが、入力の5分の1なので、変換効率はかなり悪いです。こちらが測定結果の一覧です。バッテリーの容量が 360kJ なので、360÷0.001 割る60割る60イコール100。小 LED は100時間点灯可能。大 LED は8倍消費なので 12.5 時間可能。長いような短いような時間ですね。小レーザーは消費電力も少ないので、長距離通信100メートル以内に、やはり向いているようです。大レーザーは令和最新版無限発電に大分に近い消費電力です。点滅させるなど断続的に照射すれば、物体を破壊せず電力送信も可能ですが、送信による電力喪失が大きすぎるので、なんとか電線で済ませたいですね。さて、この分流を十分に活用するためにぜひとも必要な情報があります。正確な電源電力値の情報です。昔はモーターの回る音や負荷をかけて落とした回転速度をチェックするなど、不確実な方法しかなかったのですが、今は違います。先ほどお見せした通り、設計図とコンデンサまたはバッテリーを使って、正確な電気量を見ることができます。これを利用しない手はありません。というわけで、早速4種類の測定器をご用意いたしました。まずはこちら。こちらはトリガーを引いた瞬間から、0.1 秒間の電力を測定する装置です。コンデンサ通過する電流が0秒、0.1 秒と不定なので、コンデンサに通電する前に回路を閉じる設計です。その後はコンデンサの電力で閉鎖状態を継続します。計測が終わったら、上のタングステンで不要な電力を消去します。次の測定器は連続計測用です。トランジスタを使ってオン、オフを 0.1 秒ごとに切り替え、不要な電力はモーターで消去します。最初はタングステンを使っていたのですが、加熱してとても危険なので、現在はモーターでの電気消去に変更しています。次の測定器は、消費電力測定用です。コンデンサの電力を 0.1 秒間にどれだけ消費したかを計測します。測定するときは、この先端に測定対象素子を取り付けます。トリガーで 0.1 秒だけ通電するので、減った分の電力を確認する仕組みです。最後の測定器も、消費電力測定用です。LED などは、消費電力が小さすぎるためバッテリーを使ったタイマーで、100秒間で消費された電力を測定します。では、早速このスタンダードの無限発電機の電力を測ってみましょう。0.1 秒ごとに 2.26kJ。これは 22,600W に相当します。同じ方法で計測した電源装置の目がこちらになります。旧型は効率が悪く、令和最新版は旧型の2倍近いスペックです。トランジスタの瞬間電力は圧倒的ですが、数値を見れば、令和最新版なら4個、旧型なら8個接続すれば、近い電力を出せることがよくわかります。また、太陽電池についても面積あたりの電力が分かったことで、必要なサイズや枚数が計算しやすくなりました。ちなみに、家庭用電子レンジの強は、だいたい 1000W なので、プリミティアのバッテリーは電子レンジ2台を3分ほど使用できる計算です。参考までに、他の種類の電化製品のワット数をご紹介すると、エアコンなら6畳 2200W、16畳 5200W くらい、小型電気自動車なら数万ワット、大型のものなら25万ワット以上のものもあります。確かにちょっとした乗り物だとバッテリー10本くらいは使ってますし、現実の家電との比較もなかなか興味深いです。ところで、こうなってくると、いち早く新型発電を実装していた競合他社さんの発電機が気になりますね。では、早速計測してみましょう。なんだと、0.1 秒間に 13.36kJ、交渉値は150万ワットだから 15kJ 付近になるはずでは。あれかな、0.1 秒以下の速度で指離しちゃったかな。えへへ。
違うんですよ。信頼と実績のボークロサキワークスさんがそんな発電量理想なんでするはず。そんなはずないじゃないですか。ははは。見なかったことにしよう。